映画を、舞台化しないかっていうような話もあって、でいろんなで少しその時にその自分の映画だったらお芝居できるかなっていう感じもあったんですよ。ただそれがまあいろんな都合で、オリジナルのキャストでやろうとしてたんですけど、まあいろんな都合でできなくなって、そこで一回やる気モードに一回入ったのにポッとやるものがなくなったっていう喪失感は少しあったんでしょうね。そこになんかポッとこう埋まってきたっていう、ちょうどそれは武田さんが出てた「片栗」ですよね。ミュージカルなんで、それでその中に自分の中で舞台に立ってる丹波さん、物理的に可能なんだろうかっていう思いがあったんですよ。だから武田さんはこれはぴったりだなと舞台で思いっきり弾けられるだろうなっていう、なんかそういう引っかかりっていうのはあったんでしょうね。でそれが、頭で考えただけのキャスティングじゃなくて、個人的な事情ではあるんだけども、何か歪みというか穴が開いていて、なんかそこをなんか埋めようとして今に至るみたいな。普段映画をいろいろやってるんですけど、これは要は映画の人間だからということではなくて、どんな人間も同じことを求められているような気がする。要は新しいもの、なんか昨日と違うものに自分は進化しなければいけないとか、より新しいものを人は求めてるんだっていう、多分ねこれはなんかどっかで魔術にかかってるんだろうなと、人間そのものが。なんかそういうものから自分は解放されたいなと。要は普遍的なものっていうか、技術的な新しさとか取り入れることがあればそれは必要なんでしょうけど、例えば普通のカメラだってどんどん進化してるわけですよね。で撮れない表情も撮れるようになってきたのかもわからないです。ただ撮っている表情に核にあるものっていうのは昔から変わらないわけですよね。で CG とかいろんなものが増えてきて、今度は新しいものを、目新しいものを表現してお客さんに見てもらうものっていうふうにどんどんなんか流されていくというか。ただもう誰しもそうなんですけど、昔の名作を見るといいんですよね逆に言うとなぜいいのかっていうと、アナログだからいいっていう、シンプルだからいいという、要は人間肉体が表現してるからいいっていう、やっぱそこには勝てないんだなっていう。だから自分にとっては芝居ってそのスペースと肉体ですよね。で観客との生の関係、そこが、魅力があるので、一層物語的には、以前に書かれたもの、中学高校の頃、大人ぶりたい頃に三島由紀夫とか泉鏡花とか谷崎潤一郎からと、子供の頃にへえという、泉鏡花か、なんか文章が古臭くてかっこいいなっていうかね、なぜかたまたま読んでて自分の中に引っかかってるものがあって、だからその時点で高校の時に読んでなければ泉鏡花ものをやろうと思わなかったでしょうね。自分の持っている才能とかセンス以上に取り繕っていいものに見せかけようっていう思いをこう取り除いて、なんかできるだけシンプルな、あんまり演出家の存在を感じさせない。だから自分にとって今やってる作業っていうのは、やっぱあのお芝居良かったねではなくて、あのお芝居に出てたやっぱり役者たちはいいよねと、武田真治いいよねと、松田龍平すごいいいよねって、意外だよねとか、丹波さんはやっぱり丹波さんなりにあの味はやっぱり丹波さんしか出せないぜっていう、なんかそういう肉体
でしかもそれを見る人は劇場に来たほんの一握りの人なんですよね。なんかそういうことが作れれば面白いなと。舞台の一つのこう力として例えばストリップってありますよね。それが芸術と言えるのかどうかといろんな議論があるにしても、踊りのテクニックで見せるのか本当にその肉体の美しさで見せるのか、それは両方兼ね備わってるに越したことはないんでしょうけど、なんか舞台に求めるのはその儚いものですよね。記録に残るものでもなく、なんかその時にしか見られなかったような奇跡の一瞬っていうのが起これば、その一瞬を起こすためにいろんな物語とか芝居とか稽古とかいろんなプレッシャーがかかって観客の前にさらされて、そこで起こるなんか一瞬見えたような気がする奇跡みたいなもの、あ、人はこう輝くんだみたいな、そこがね自分にとっては一番この物語はよくできてるなとか、ストーリーこうだなって、今の一言いいなとかっていう、もちろんそれはそれで感動するし、そこに音楽をいろいろ乗せてテクニックでわーっと煽ってってうわーっとうねりのようなものを作るっていうのもお芝居なんでしょうけど、そうでないものがあってもいいのかなと。要はなんかね、気軽に再現できるようなものにしたいなっていう。あんまり装置とか凝ったりライティングに凝ったり音響に凝るとそれありきですから、その設定がないとできないわけですよね。今たまたまなぜかこういうふうに巡り合った、たまたまじゃないですけどね、こっちから頼んでるんだけどキャストの人たちと、2年後ぐらいにちょっと疲れちゃったよねって集まってなんか飲みながら、ちょっと来週の日曜日みんなスケジュール空いてるって、空いてる時に学校の体育館でもできるような、やりたい時にやれるようなものっていうのを作れればいいなっていう思いはどっかにあるんですよね。